荷物が軽ければフットワークが軽くなります。とはいえ何も持たずに出かけるのはなかなか大変ですよね。そこで今回は僕が外出時に持ち歩く小さなバッグとその中身をご紹介します。荷物が少なくても困らない生活を実現しています。約1年前に動画でご紹介した中身をさらにアップデートしたこのカバンの中身、ぜひ最後までご覧ください。それでは行ってみましょう。荷物を減らす第一歩は、カバンそのものをできる限り小さく軽くすることから始まります。バッグに余裕があればあるほど荷物を詰め込んでしまいますからね。ということでまずは使っているバッグからご紹介します。使っているのはトポロジーのフォンサコッシュ、スマートフォン用のポーチとして販売されているものです。ナイロン素材でできているため軽量かつ柔らかいのが特徴。多くのものを入れて肌身離さず持ち歩いても負担が少なくなっています。カラーによってはリップストップ機能もあり耐久性も高いです。そしてトポロジーのバッグはそのカスタマイズ性の高さが特徴。トポロジーウェアーズシステムと呼ばれるこのカスタマイズ機能は、ポーチのサイズやカラー、そしてベルトのカラー、種類、太さなどを自由に選択できます。その組み合わせは1000種類以上。これによって機能、ファッションともに自分の好きなスタイルを作ることが可能です。実はトポロジー自体ロッククライミングから誕生しているブランド。独特な雰囲気のロープはクライミングロープをモチーフにしています。過去に自分が使っていたのはグレーとオレンジの組み合わせ、そして最近使っているのはこのシルバーのバッグとブルーのロープの組み合わせです。メタリックなカラーはモードな雰囲気を足してくれる上、ビビッドなブルーが程よく主張してくれます。もちろんもう少し落ち着いたカラーもあるので、ぜひ好みのカラーを見つけてみてください。このフォンサコッシュ、なんといっても各アイテムに特化して作られたポケットによる収納力が大きな魅力。2つ折りの構造によって全部で4面、その全てに機能的なポケットを有しています。そしてこの前側にある各ポケットは財布の代わりにもなってくれるんです。ということでこのバッグによって僕は財布が必要なくなりました。最低限のものをバッグの専用ポケットに収納しています。キャッシュレスがほとんどですが、日本ではまだまだ現金が必須の場面も多いです。そのため数千円分のお札をここに入れています。このお札を折らずに収納できるのもちょっとしたメリット。またレシートが発生した時にもこのポケットに入れます。同じジップの中にはカードポケットも備わっており、マイナンバーカード、運転免許証、クレジットカードなど必要なものを入れています。スイッチボットの忘れ物防止用のトラッキングカードも同時に入れて、万が一の紛失や盗難に備えています。自宅のスマートフォームはスイッチボットデバイスで揃えているので、この連携性も高いです。そして前側にはちょっとした小物たちを、ジムに入場するための鍵や家の鍵、そして万が一に備えた小銭など、特にさっと取り出せる場所に家の鍵を備えておけるアクセス性が便利です。帰宅時、最後の最後にストレスをためずに済みます。財布ときたらもちろんもう一つの必需品であるスマホも。僕が現在使っているのは iPhone 16 Pro です。先ほどの現金の量で済ませられているのは間違いなくスマホのおかげ。この iPhone には最近ベアネイキッドというケースを装着しています。厚さ 0.35mm、 重さ 8g という圧倒的な身軽さに加え、限りなく装飾性を省いたデザインも気に入っています。すりガラスのようなマットな素材感で、本体裏面のリンゴマークすら程よく隠してくれます。まさにミニマリストのための iPhone ケースです。裏面にはマグセーフで固定しているスタンド、トラスのオムニリングというリング状のシンプルなアクセサリーです。スタンド部分を展開して iPhone を好みの角度で固定することができます。作業中などは横に置いておいて画面を確認したりしています。またマグセーフによってくっついているため、縦横自由な角度で固定可能。持ち歩いている時にはオレンジ色の部分に指を引っ掛けて落下防止にも活用できるので、メリットの多いアクセサリーです。そんな最新機種の iPhone を持ち歩きつつもバッグの中に入れているのがカメラ。リコーの GR3X というコンデジです。最近はかなり人気で持ち歩いている人も多いカメラですよね。僕自身カメラは好きで、どうしてもスマホには撮れないようなキレのある絵を撮りたくなって外出には欠かさず持ち歩いています。とはいえコンパクトカメラの中でも抜群に高画質なのがこの GR3X。 スマホではなかなか実現できないボケ感の絵を作ってくれます。クロップで3段階のズームができるので、いろんなシーンに対応可能です。
スマホへの共有も他のカメラメーカーのアプリに比べてかなり手軽で使いやすいのが魅力。さっと撮ってさっと SNS などにアップするのに非常に便利です。ちなみに GR には現在3と 3X の2種類がありますが、主な違いは画角の広さ。僕はスマホのカメラと差別化させたいので画角がより狭い 3X を選びました。この GR はもうすぐ4が発売されるとのことで続報にも注目ですね。ガジェットでいうともう一つ、ワイヤレスイヤホンも必需品として持ち歩いています。ナッシングのイヤー A というイヤホン、スケルトンデザインとビビッドなイエローが目を引くアイテムです。ナッシングは新興のガジェットメーカーとしてすでに多くの人が名前を知っていますが、僕自身その強いブランド哲学に惹かれた一人です。ブランドとしての透明性を表すスケルトンデザイン、デザインへの敬意を表し三原色から採用されているイエロー、このカラーリングもかなり可愛いですよね。製品デザインに惹かれて僕はバッグの外側にあえて露出させる形で装着しています。そのために使っているのがこのカラビナ付きのクリアケース、かなり安価なので1年間使っていてさすがに黄ばんできてしまっています。それでもジャストフィットで一度もこのケースからイヤホンが落ちたことはありません。もちろんワイヤレスイヤホンの性能としても十分、ノイズキャンセリングを搭載し2台同時のマルチポイント接続も可能。基本僕は音楽やラジオ、ポッドキャストなどを聞いていることが多いのですが、外出時、特に電車に乗っている時などはこれらの機能に助けられています。ちなみにこのイヤホンと一緒にバッグにつけているキーホルダー、これはバッグと同じトポロジーのものです。本来はここに鍵などを通して使えるんですが、自分は特に何にも使っていません。この辺りを単にジャラジャラさせたかったというだけですね。さて、常備しているガジェットに話を戻します。僕はこのバッグでモバイルバッテリーも同時に持ち歩いています。このモバイルバッテリー、マテックの製品なのですが、わずか 6.9mm という圧倒的な薄さが特徴です。 USB-C 端子をつけられるギリギリの厚さになっています。これによってバッグの中でかさばらないのが何よりの魅力です。 iPhone にはマグセーフでワイヤレス給電ができるのですが、その薄さゆえにそのまま持ち歩いても手の中で邪魔になりません。 5000mAh はスマホなどの緊急用としては十分すぎる容量。ワイヤレスでも最大 15W のスピードで充電できるので、いざという時にも安心です。ちなみに個人的に気に入ったのはそのデザイン。光沢のあるシルバーの側面とホワイトの表面はミニマルながらエレガントな印象。そしてメーカーや製品名は書かれていないと思いきや、実はここ、光の加減や触ってわかる程度の存在感なんです。製品名って書くならせめてこのくらいにしてほしいなという理想を叶えてくれています。モバイルバッテリーも大事な持ち物の一つなので、デザイン性という観点でも気に入ったものを使いたいですよね。このモバイルバッテリーは USB-C のポートも付属しています。そして iPhone 以外のデバイスを有線で充電するために短い USB-C ケーブルも準備。それが北海道のブランドから出ているエゾフレックスという製品。ちなみに先ほどのマテックも京都のブランドなんです。国内ブランドという意外な共通点ですよね。このケーブルによって他のデバイスもさっと充電できる体制を構築しています。カメラやイヤホンなど日常的にはそこまで充電がいらないデバイスほど、いざという時に充電がなくなることもしばしば。持っておくだけで安心感がだいぶ変わってきます。あまりのコンパクトさにバッグの中でも最も存在感がないアイテムと思っています。とはいえ 100W の給電、そしてサンダーボルト4の規格にも対応しているという意外とハイスペックなケーブルでもあります。さて、ここまで割とガジェットやデジタルのデバイスを紹介してきました。ただこれでも対応できないのが、さっと何かを書き留めなければならない時。自分がメモをする際にはスマホで十分ですが、サインをしたりちょっとしたコミュニケーションではペンが必要になる時もあります。ということで気に入っているのがペンコーのバレットペン。福岡発の文具メーカーハイタイドのオリジナルブランドです。その名の通り、弾丸のような少し短めのシルエットが特徴的なキャップ式のボールペンです。キャップ式は使いたい時のスピード感が弱点ですが、インク漏れがない点やキャップを外す所作の美しさなどから気に入っています。通常時の長さは 9.3 センチですが、キャップを反対側につけると若干長さが伸びるので安定感が増えるのもポイント。マットブラック特有の落ち着いた佇まいと流線形のフォルムがかなり好みです。
ちなみにリフィルには 4C という一般的な規格を採用しています。なのでこれによって各社から出ている返芯を使うことができるんですね。そしてついに最後の持ち物になりました。コンパクトなバッグの最大の弱点、それは荷物が増えた時の対応力の低さです。少ない荷物でもとっさに物が増えたらもう収納することができません。こういった場合への対応力を最大限に高めるためにサブバッグを忍ばせています。ちょうどカメラを収納している場所の奥底、ハイタイドのコンビニバッグインベントという圧倒的に小さなサブバッグを入れています。こちらはコンビニのレジ袋をモチーフにしたバッグです。たった 24g、 さらに小さなサイズから他の荷物を邪魔しないのがこのバッグ。生地は薄いのに10リットル 5kg まで入れられるというスペックも特徴です。ミニマルなデザイン、独特な雰囲気漂うグレーのニュアンス、縫い付けられた収納袋など細部までこだわられています。しまう時には適当にまとめて袋に詰め込むだけ。僕がサブバッグで最も重視している畳みやすさについても問題ありません。万が一荷物が増えた際にもさっと取り出して対応できるのはまさにこのアイテムだからこそ、この拡張性、余裕を持っておくことがコンパクトライフには必要なんです。ということでいかがだったでしょうか。休日のお出かけやちょっとした散歩を中心にさっとこのバッグだけで出かける場面も多いです。もちろん常にこのバッグだけで出かけているわけではありませんが、必需品ポーチとして携帯することで他のバッグとも組み合わせられます。ぜひ荷物をコンパクトにするヒントとして参考にしていただけると嬉しいです。他にも皆さんのおすすめアイテムがあればぜひぜひ教えてください。このチャンネルでは他にも理想のライフスタイルに近づくための様々な動画を載せています。ぜひチェックしていただけると嬉しいです。今日はこの辺で。以上、なごみ家でした。では。